はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島です。それ捨てるのちょっと待った。油捨てるなんてもったいないです。今日は牛肉を磨いた時に出た余分な油を使って料理作ります。それでは早速やっていきましょう。この前動画で三角バラを仕込んだ時に余分な油が出たので、今日はこれを使って肉カスを作ります。ブロックの肉とか買って余分な油を削ったけど捨てるのもったいないなって思う方も多いですよね。そんな時は油を冷凍とかで取っておいて、ある程度溜まったら揚げちゃいましょう。まずは油を抽出しやすいように小さくカットします。こういった牛や豚などの油を揚げて余分な油を抽出して残ったものをカスと呼びます。このような副産物を食べる文化は日本各地に存在します。関西では油カスと呼ばれるものがあります。こちらは牛などの腸を揚げて油を抽出した後に残った副産物です。大阪には牛ではありませんが、クジラの皮からクジラの油を取って残りを乾燥させたコロというものもあります。徳島ではイリカスと呼ばれる牛のホルモンや豚のホルモンをいって水分と油分を飛ばした食材もあります。これに似たものだと広島の千字肉などもあります。これは豚の胃などを揚げた食材です。同じような名前で宮崎にはせしからと呼ばれる豚の脂身から油分を抜き乾燥させた食材もあります。豚以外にもクジラのせしからなどもあるようです。静岡には B 級グルメの富士宮焼きそばで有名な豚の背脂を高温で熱し豚脂を飛ばした肉カスと呼ばれる食材があります。沖縄にはアンダカシーと呼ばれる豚の皮や身を豚の豚脂で揚げた食材があります。フィリピンなどでも豚の皮を揚げたチチャロンなどが有名ですね。そう考えると日本だけではなく世界中で肉や油を揚げる調理方法はありそうです。カットができたらコンロの火にかけ水を加えて煮込んでいきます。徐々に肉からも油が出てきて水がなくなり、肉の油で油を揚げていきます。徐々に肉の色も変わっていきますね。油が染み出て温度が上がってきたら火を弱めて調整します。弱火でじっくり揚げて5時間くらい経ちました。ザルでカスと油をこします。牛の油の甘い香ばしい香りがふわっと漂います。めっちゃいい匂いですね。このカスはカスで料理に使えるし、抽出した油は油で料理に使うことができます。今日はこの牛脂とカスを使って料理を作ります。まずはフライパンに牛脂を引いてキャベツと肉カスを炒めます。キャベツがしんなりとしたら一旦取り出しておきます。同じフライパンで麺を焼くように炒めます。水を加えて麺をほぐしてキャベツと肉カスを戻し入れます。そこにソースを入れ全体を炒めて完成です。紅生姜と魚粉を振りかけます。富士宮焼きそば風の牛カス焼きそば完成です。次は鍋に出汁を入れて肉カスを加えて火にかけます。丼に麺を入れて汁をかけてネギとごまを振って肉カスうどんの完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はイタリアのバラデンのイッパイピエを飲んでみましょう。蓋の部分が全部開くので日本のアサヒの生ジョッキ缶みたいですね。安定の吹きこぼれました。アサヒの生ジョッキ缶もいつもしっかりと冷やしてもなぜか吹きこぼれます。このタイプの缶と相性悪いのかな。これも一晩冷蔵庫で冷やしてさっき出したんですけどね。あと泡があまり好きではないので、このタイプは泡立ちやすいので同じ感覚の人は苦手かもしれません。イタリア産ホップを4種類使用していてフルーティーな香りを感じます。しっかりホップの苦味はありつつ喉越しはよくすっきりと飲めます。あまりイタリアっぽくないビールかもしれません。それでは肉カスうどんから食べてみましょう。魚介の出汁の香りと旨味もしっかりとありますが、そこに肉の旨味が合わさることで旨味が倍増しています。さっぱり系のうどんにこってりな油を入れて美味しいのって思われそうですが、これは騙されたと思って食べてほしいです。これうまい。マジでちょっと七味かけて味変してもいいですね。次は焼きそばを食べてみましょう。この牛脂で炒めたのが正解です。全体の統一感が出ています。全然油のくどさとかはありません。牛の甘い油の風味を感じます。今回富士宮焼きそば風で魚粉をかけましたが、
この魚粉がまたアクセントになっていて、ソースとも合いますね。他にもお好み焼きに入れてみたり、野菜炒め、チャーハンなんかにちょい足ししてもいいですね。味噌汁とかに足してみるのも面白いかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛脂いかがでしたか？皆さんのアレンジ方法とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。